はいどうも、車買うチューバーワンソクチューブです。これやばくないですか？バーチャルコックピットっていうね、私が一番好きなデジタルメーターなんですけれども、これが搭載されているね、アウディの新型 Q3 試乗させていただきました。私も購入しているアウディ新型 Q3 なんですが、今回試乗しているのは 35TFSI アドバンストというね、スポーツバッグじゃない方ですね。実質的なベースグレードになるんですけれども、車両本体価格は464万円からとなっています。このね、バーチャルコックピット後で詳しく見てみます。で、私も購入しているアウディ埼玉店さんに今回試乗車をお借りすることができました。筧さんというね、営業さんにワンソクチューブを見たっていうとね、何かいいことあるかもしれません。そしてね、こちらがホワイトの新型 Q3 35TFSI アドバンスドなんですけれども、今回のね Q3 はね、こちらの普通の Q3 とスポーツバッグというね、クーペスタイルのルーフが低いタイプの2種類が発売されますが、私はねこちらのスポーツバッグの方を契約しています。それではね、新型 Q3 のエクステリアから見てみましょう。アウディのねシングルフレームグリルというね大きなグリルがついていますが、こちらのアドバンストにはね縦線が入るグリルのデザインになります。そしてねポジションランプ兼デイライトがこのように光っていますけれども、こちらウインカーはですね、このように流れないタイプになりました。海外の動画とかだと流れているものがあったんですが、国内ではねどうやら流れない仕様に、何かなってしまったようですね。そして、Q3 の国内仕様にはですね、マトリックス LED ヘッドライトの設定がないのでオートマチックハイビームにとどまります。この辺もちょっと残念ですね。そしてグリルはねアドバンストではこのように縦縞のものになって、中央のところにねレーダー系が備わっていて、バンパーの下部にプロテクターのようなねシルバーのパーツがつくのもアドバンスの特徴となっています。そしてねサイドにはインテークのようなデザインになっていますが、こちらねダミーで風が通らないようになっています。これねダミーのデザインはあまり好みではないんですよね。機能性のあるものの方が好きです。そしてサイドの方に回っていきましょう。新型 Q3 のボディサイズなんですけれども、全長4490、全幅1840、全高1610と 4.5 メーターを下回るサイズで、全幅もね 1.85 以下になっているのでマンションのパレットに入るんですが、 S ラインをつけると全長が 5mm 伸びて、さらにですねスポーツバッグの S ラインだと全幅が1855を超えてくるのでマンションのパレットに収まらない可能性があるので要注意ですね。そしてこちらアドバンスドには18インチタイヤ&ホイールが備わります。そして私の購入した Q3 スポーツバッグ S ラインでは19インチがつくということになっています。そしてねこちら360度カメラが標準装備なので耳たぶミラーにならないのはグッドですね。そして B ピラーもピアノブラックになっていると。そしてルーフレールも標準装着されていますね。そしてサイドの方に回っていきますが、この辺のねキャラクターラインの鋭角なプレスライン、これすごいですよね。アウディはもともとこのプレスラインのね精密さとかボディの塵の少なさには定評がありますけれども、こちらの新型 Q3 も本当にプレスラインがすごいですね。本当カッターとかねで切り込みを入れたようなねすごいシャープなボディラインになっています。でねリアフェンダーの周りも膨らむようなデザインになっていて、この辺もねなかなかデザイン性優れていると思います。そしてリアの方に回っていきますが、シャークフィンアンテナだけ黒いっていうのがねちょっとね気になりました。そして、リア回っていきますが、リアコンビネーションランプもこんな感じですね。もうどっから見ても Q3 という感じがします。この辺はね先代のモデルを色濃く受け継いでいるかなと。そしてリアのウインカーだけダイナミックターンインディケーターという流れるタイプになっています。どうせだったらフロントも流れてくれたらよかったんですけれども、なんか国交省とかのね絡みでなんか流れない仕様になったみたいですね。そして、こちら気になる点としてはですね、もはやアウディとしてはおなじみになってしまったんですが、バンパー一体型に見えるマフラーはこれダミーですね。埋まっちゃってます。本物は下の方に、ついているんですけれども、こういうダミーのデザインはもうそろそろやめてほしいなと思うところですね。続いてインテリアを見てみましょう。こちらね鍵穴は見えないタイプで、ここねパカッと外すと鍵穴が隠れています。そしてねこのプレスラインすごいでしょ。そしてドアを開けるとこんな感じですね。でトリム上部はソフトパッドにもちろんなっています。そして、こちらはですね、シルバーのこれアルミではなく塗装ですね。この辺メッキになっています。でインナードアハンドルはですね一部がくり抜かれるようなデザインになっていると。ただね手に触れるところには、くり抜かれた部分が来ないのはまあいいですね。
そして中央部分はファブリックが貼られています。そして肘置き部分もソフトパッド。ただね、この広大なシルバーの部分は塗装ですね。Q2 だとねアルミだったんですけれども、で、ウィンドウスイッチにも過色があって、下の部分はねハードプラですね。でカーテン紙ランプではなくリフレクターにとどまります。昼間なんで見えないですけれども、アンビエントライトはねドアに備わっているのは良かったです。そしてヒンジも鋳造製ですね。続いてシートの方を見てみますが、アドバンストではファブリックシートになっています。シンプルなデザインですね。そしてですね、こちらスカーフプレートも金属製のものがついているのは良いですね。で、パワーシートついていますが、これねベーシックパッケージアドバンスト用は27万円に含まれていますね。これつけないとねブレーキホールドつかないんで要注意です。でアクセルペダルは吊り下げ式になっています。それでは乗り込んでみましょう。はい、ドア閉めた音もね本当に気密性高そうな音します。はい、そしてね気になるインテリア前景はこんな感じですね。新型 Q3 のインテリアデザインはアウディ A7 とかからね、続いているような、新しいデザインになっていますけれども、バーチャルコックピットは、10.25 インチ、そして、10.25 インチ、同じく 10.25 インチの MMI ナビゲーションがあって、で、A7 とか A6 だと2画面になっていましたが、エアコンの操作はね物理スイッチになっていると、逆にねこっちの方が、操作はしやすいんじゃないかなという気も若干します。で細かく見てみましょう。でまずダッシュボードなんですけれども、上部はね、ソフトパッドになっています。この辺もメーターフードなんかもソフトパッドになっています。でエアコン吹き出し口周りはねグロスのパーツがついていて、でつまみのところもシルバーの過色があると。そしてね特徴的な 10.25 インチの MMI ナビゲーションは全グレードで標準装備になっていると。今までよりもねこの辺は良心的になりましたね。そして描画の速度も素晴らしく速い。このようにね指2本で、ぐりぐり回すこともできますし、しかもね、拡大していくとですね、これ 3D 表示になるんですよね。 3D なのにこう指2本でぐりぐり回せるという感じなので、かなりね描画のスピードも速いです。で現在地に戻ると、で A7、A6 ではですねタッチレスポンスという、振動と音でですね実際に物理スイッチを押しているような感触がありましたが、こちらの Q3 はですね音だけで振動がないタイプになっています。タッチレスポンスなしということですね。それでも、操作性はね結構ヌルヌルサクサク動くんで、ヌルサクに動きますね。で細かい設定なんかもここのナビ画面からすることができるという形になっています。そしてナビの下にはエアコンの操作、ダイヤルなんかがありますが、この辺もね、赤と青の、バックライトがついて綺麗ですね。で物理スイッチであった方がねぶっちゃけ操作しやすいと思います。そしてシートヒーターはベーシックパッケージに含まれていますね。そしてエアコンの調整つまみなんかもここにあります。でその下にはエンジンの、スタートスイッチがあって、オーディオノブがありますね。でハザードスイッチはこんな感じ。音もね上品ですね。そしてこちら360度ビューとかのパーキングセンサーの、起動スイッチになっています。そしてねこのように360度のね画面をいろいろ切り替えることができます。そしてですねアウディドライブセレクトというのがついていますが、こちらもベーシックパッケージ27万円に含まれるものですね。なのでベーシックパッケージはもうほぼね標準でつけなければいけないと考えた方が良さそうです。そしてねテクノロジーパッケージ12万円をつけるとスマホの非接触給電地位が備わります。高いんでつけなくてもいいかなと思います。でニーパッドなんかはなくて、この辺ハードプラですね。ここもアルミに見えるところも塗装になっています。なのでこの辺 Q2 の方がねちょっとね内装の質感いいかなと思うところもあります。そしてシフトノブはね胸尾結構長めなデザインになっていますね。これもちょっと若干レトロな感じもするかなと思ったんですけれども、後でね解説しますけれども、ちょうどいい高さになっています。そしてその後方にはね電動パーキングブレーキとブレーキホールド備わっているのはいいですね。ただしこちらね、ブレーキホールドはベースグレードは装備不可なんですよね。アドバンスや S ラインでもベーシックパッケージをつけなければ、ホールドがつかないのでご注意ください。でシガーソケットがあって、でむき出しのカップホルダーがありますが、このサイドのところね白くなっているところがアンビエントライトで光るようになっています。そして、その後方にはアームレストコンソールがあって、中には
特にソケット系はついてないです。単に物入れになっています。ただね、この、アームレストはですね、長さと高さが調節できます。で、この高さを調節した状態でシフトがね D レンジにちょうど入っていると、ちょうどいい位置にシフトノブが来ると、この辺のね、コンビネーションはいいかなと思いました。で、続いて助手席方向を見てみましょう。で、ここね、トリム上部なんですけど、ハードプラでしたね。ここもラグジュアリーパッケージというのをつけると、パーシャルレーザーがついたり、あとねマルチカラーアンビエントライティングがついたり、後席アームレストがついたりするので、質感上げたい人はつけてもいいかなと思います。そしてグローブボックスの中はしっかり肝押し上げされているのはいいですね。そしてこちら ETC のユニットと SD カードのスロットがありますが、今回からはどうやら DVD とか CD のメディアスロットはなくなった模様ですね。もう CD とかはね、もうなくなる、方向に来てますね、輸入車は特に。で、続いてステアリングホイールなんですけれども、もちろんね本革巻きで、手触りは良いですね。そしてねアドバンストでもねパドルシフトがついてるのはいいかなと思いました。そしてね、アウディではですねクルーズコントロール系は、こちらのステアリングホイールの左側にあるレバーで操作します。で、先端のセットを押すと、一発で起動すると。で、上下でスピードを変えてこちらの、細かい、このつまみみたいなので、車間距離を調節する形になっています。そしてね奥に倒すとキャンセルと。で、手前で、リスタートっていう感じだったと思います。そしてねステアリング制御のねレーンキープ機能はですね、なぜかウインカーレバーの突端についていると。この辺がね分かりづらいんですよね。1個の、操作レバーにまとめてくれればいいのにとは思いました。で、アウディの場合はトラフィックジャムアシストといって全車速追従でステアリング制御もしてくれます。そしてねこのバーチャルコックピットですね、10.25 インチのバーチャルコックピットが備わります。で、これもね、前回言いましたけれども、カタログだとね 12.3 インチの画像しかないんですが、残念ながら 10.25 インチのサイズが小さいものになっています。ただねいろいろ調べてみた結果、機能面ではね、12.3 インチのバーチャルコックピットプラスというのが本国で用意されていますが、それとね表示できる内容は同じでしたね。ただ単に少しサイズが小さいだけという形になっていました。この辺はね、朗報だったかなと。デザインがね、メーターのデザインがフラットデザインになっているというところなんかが 12.3 インチのバーチャルコックピットプラスと違うところなんですけれども、このようにですね、ナビ画面の、地図設定からですね衛星写真っていうのをオンにすると、このように、Google Earth の衛星写真が、ナビに表示することができると。そして、連動してですねこちらのバーチャルコックピットのメーター内も、航空写真の画面になると。これもね、ノースアップとか、3D 表示とか、2D 表示とかも、いろいろ任意で選ぶことができます。そしてこのようにね、拡大率を最小にしていくと、日本を飛び越えて、地球が表示されるということになっています。これね使うか使わないかって言われると、見づらくて結構微妙なところもあるんですけれども、航空写真見てるとね、この家の建物の屋根こんな色だったんだとかね、結構新しい発見があるのでね、これはなかなかねたまに使うと面白いです。で、以前のものよりね、少しなんか見やすくなっているような気もしました。で、ディスプレイの設定でですね、バーチャルコックピットのテーマが2パターンから変更できます。で、こちら両方ともフラットデザインはフラットデザインなんですけれども、こちらがね、クラシックという表示になっていて、スポーツってやると、レッドゾーンのところがね赤くなるっていう、このぐらいの差しかないんですけれども、お好みで選ぶことができるという形になっています。そしてステアリングの、右側にはライトのスイッチがありますが、基本的にはねオートにしておけば良いので、あんまりいじることはないと思います。で、その下にはちょっとした収納があって、この中もちゃんとイオン対策で肝押し上げされているのは細かいですね。いいと思います。で、オーバーヘッドコンソールなんですが、ミラーはフレームレスタイプで、上質なものになっていますが、デジタルミラーなんかはありません。で、タッチ式の、ルームランプは LED となっていますが、昨今ね当たり前についている SOS コールなどのオペレーターサービスは、ついてない模様ですね。そして、バニティランプも、ちゃんと LED と、この辺はいいですね。続いて後席を見てみましょう。このねリアフェンダーの周りのねエッジなんかもすごいと思うんですけれども、ただね気になったのが後席ドアで正常解除は、するスイッチはないですね。
そして、後席ドアも、トリム上部はソフトパッドで、この辺はシルバーの塗装がしてあって、で中央部分はファブリックで、ここの、シルバーのところも塗装ですね。でスイッチにはメッキの過色がしてあります。で、トリム下部はハードプラで、カーテンシュランプはなくリフレクターだけですね。で窓開きチェックはほぼ 100% 開いて、これはグッドですね。で後席の内側ドアも、インテリアイルミが備わっていました。でこちら後席のシートなんですけれども、こちらはね紐を引っ張るとこのように倒れるタイプになっていて、一応リクライニングが7段階ぐらいでできるみたいですが、ほぼね一番手前にするとね垂直以上に、手前に来ちゃうので、これはあんまり実用性ではないと思いますが、まあ垂直に近い方がいいっていう人にはね、朗報ですね。そしてなんか後席シートのところにはちょっと物入れがありますが、スカーフプレートなどは備わりません。でドア閉めた音、こんな感じ。後席ドアもね、ズムって重い音がしますね。で後席の足元は身長173センチの私の運転席に合わせて拳2つ分ぐらい、まあまあ広いですね。でシートバックポケットは運転席助手席が両方に備わって、センターコンソール後端にはこのようにねエアコンの吹き出し口もあって、ちゃんとグロスのね過色もしてあっていいんですけれども、後席の USB ソケットはオプションになるので、通常状態だと備わらないと。この辺をね当たり前についててほしいなと思うところですね。で FF でも、センタートンネルはそこそこ高いと。で、リアアームレストはね、こちらもオプション扱いですね。 S ラインでは標準で備わります。で、ルームランプは LED ですね。この辺は良いと思います。続いてラゲッジスペースを見てみましょう。でオートマチックテールゲートはベーシックパッケージ27万円に含まれています。そして、ラゲッジスペースなんですけれども、容量はね530リッターを確保と、このクラスとしてはねかなり広いと思います。そして後席を倒せば最大1525リッターまで拡大することができます。このねホイールハウスの上のところもくり抜かれていて、12V のシガーソケットが備わっています。でこちらラゲッジボードなんですけれども、こう上げるとですね下に結構な広さがあります。ここを使った状態で530リッターだと思います。でねアウディではねいいのはね、このラゲッジボードがね止めておけるストッパーがついてるってとこなんですね。この辺実用性いいですよね。でそのさらに下にはパンク修理キットが備わっています。そしてこちらのラゲッジボードなんですが、2段階で高さを変えることができます。で中段にするとこんな感じですね。少し、スロープになるような感じになりますが、これで少し高さを稼ぐこともできると。でさらにもう一段下にすることもできて、そうするとこんな感じですね。かなり深さが、広まりますよね。20センチぐらい深くなってんじゃないでしょうか。そしてですねさらにこのサイドのね間仕切りのところですよね。これも、着脱式になっていると。でこれを取ってしまえばですね、ゴルフバッグも横置きできるということでしたね。そしてね後席のシートバッグは最近欧州車ではねラゲッジ側から倒すのは危ないということでボタンが廃止されていますので、後席側に回ってここのね紐を引っ張るとこのように倒すことができると。で4対2対4の分割加藤は全車標準となっているので、このように倒すとほぼフラットなラゲッジスペースになります。そしてねラゲッジ容量は1525リッターまで拡大することができるということで、ラゲッジスペースの実用性もなかなか高いんじゃないでしょうか。といった感じでね、新型アウディ Q3 35TFSI アドバンスと、実質的なね、ベースグレードだと思いますけれども、こちら見てみましたが、個人的な感想としてはですね、質感面ではベースグレードなりのですねややね、質感不足を感じるところもあったんですけれども、これがね S ラインとかになったり、あとラグジュアリーパッケージとかいろいろつけると、一部がね革張りになったりとかするってことなんでね、そっちの方をねちょっと早く見てみたいなと思うところでしたね。464万円からの価格を考えれば、もうちょっとね質感あってもいいんじゃないかと思うところもあるんですけれども、最近のアウディの中ではですねかなり、装備面、質感面でも頑張っている方じゃないかなと。特にね朗報だったのが、バーチャルコックピット、こちらがですね、10.25 インチでサイズが小さいんですけれども、機能面では、12.3 インチのものに劣らないということで、そんなにね気にならなかったですね。これはね本当に良かったなと思うところです。そしてね 4.5 メーター以下とねかなりコンパクトなボディなのに、後席とかラゲッジとかね相当広いですよね。
UX よりも小さいのに、鉱石とかのラゲッジはもうほんと比較にならないぐらい広かったですね。そしてね、やっぱり何よりバーチャルコックピットですよね。これ本当に見た目がね、なんかね、すごいっていうだけじゃなくて機能面でも優れているんで、それはね次回、試乗編で、細かく解説したいと思いますのでお楽しみに。で、私もねアウディ Q3 スポーツバック 35TDI ディーゼルの方ですね、こちらを、購入して納車待ちですので、早ければ9月末ないし10月頭ぐらいに納車されるということなんで、納車レポートなどもご期待いただければと思います。新型ハリアーとかね、レクサス RX とかメルセデス GLB も購入してるというね、SUV あたおかですんで、その辺もね、納車されたらいろいろ比較してインプレッションしてみたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をしていただければありがたいです。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバー満足中、次回もお楽しみに。